ここは源流。背中に担いできたものと自然しかここにはない。親父たちはこの川の源頭最上流の最後の一匹に出会うことをまだ知らない。だから僕フライやめちゃったんですよ、この長さはやっぱここら辺だったらまだギリギリかろうじていけたけど、これはうまそうだな。今日の飯は半熟卵ではなくゆで卵になってしまう。チーズです。釣りとはただ釣果を追い求めるのが目的なのだろうか。40ヤマメを釣りに行きました。普段親父たちは平日会社でガツガツ結果を求められながら仕事をしている。限られた週末の時間の中でガツガツと釣果を求めてしまうのは当然かもしれない。林道を歩いている間、親父たちは尺ヤマメを釣りたい、尺イワナを釣りたいと釣果の目標を語り合い、釣りが始まる前はそれが何よりも楽しいのだった。これをロープがあります。避難小屋泊1泊2日の初日の釣り。リモートワークで体がなまりきった親父たちは自らに鞭を打って林道を3時間歩いた。入渓した本流はそんな親父たちを優しく受け入れてくれた。やばいね。はい。来た。推定22センチ。初フィッシュです。いいよ。釣れたー。いいワナ、いいワナ、でかいでかい。すごい、25ぐらいあるんじゃないですか。いや、それはもうちょっと綺麗な山美さんです。これも22センチぐらいかな。サイズが上がってきてるんじゃないですか。ヤマメとイワナが何匹かそこそこ釣れて、それなりに満足な釣りができた。次の日も本流で釣ればまた何匹か釣れて、親父たちは満足して楽に林道を歩いて帰ったことだろう。スボシもヤマメを釣りたいとしきりに言っていたし、エディも当然次の日はまた本流を釣るものと思っていた。ああ、とんでもね。朝起きたスボシは源流釣り師の目つきになっていた。山が俺を呼んでいる。イワナが俺を呼んでいる。そう目が訴えていた。親父たちは何も言わずに源流を登り始めた。
け。いあきます。せーので、よっ。あざっす。水も滴るいい男。エディです。この崖を登って降りたらもう本流には戻りたくても戻れない。体のなまった親父たちは今からでも本流に戻って楽な林道を帰るのか、それとも源流を登り詰める道を選ぶのか。では行きます。来ましたな。イワナの楽園へようこそ。では投げます。お願いします。釣れました。釣れました。よいよ。それ怖くないですか？その一本がポキっていっちゃったら。お邪魔します。あ、超山岳イワナ。きたー！すばし。すぼしやりました。いい魚。色が濃いね。この子は。うん。おお。素晴らしい。あ、こんなちっちゃなポイントでこんなイワナ釣れました。すごいね。そうだね。よろしか。そうですね。来た。マジですか？全然違うの見てたかも僕。親父たちはこうしてこの源流の最上流で最後の一匹を釣るのだった。竿をしまうと親父たちのアドレナリンも収まってしまい、元の体のなまった親父たちに戻ってしまうのだった。パン半分を投入します。ペースを考えて。エディはここで最悪なことに行動食を避難小屋に置いてきてしまったことに気づく。スボシから分けてもらったパンしかカロリー補給ができないのだった。
そして親父たちの目の前に現れたのは水のない沢。ここを登りきり登山道にたどり着かなければ帰れない。左、いけそうですね。はあ、もうちょい。よいしょ。はあ、来た。息の上がった親父たちに容赦なく上り坂が襲いかかってくるのであった。しかしそれに打ち勝つには足を前に進めるしかない。一旦下ってあの山に登ってまた降ります。スボシからもらったパンも食べてしまった。エディに残されたものは気力だけだ。あれ登んのか。すげえな。人はなぜリリースすると分かっている魚を追い求めるのだろうか。人はなぜ危険を冒してまで源流を上り詰めるのだろうか。仲間がいるからだ。この景色を一緒に眺める仲間がいるからだ。本当は鳥花なんて一匹だっていらないのかもしれない。苦しい時に助け合う仲間がいる。難所を共に乗り越える仲間がいる。共にゴールテープを切る仲間がいる。ゴ